皆さんこんばんは、親かなです。もう12月に入りまして、2024年がもう終わろうとしているということに驚きを隠せないでいるんですけれども、年末ということでこれから旅行に行かれる方増えるんじゃないかなと思って、今日は機内持ち込みのバッグの中身をやっていきます。旅行も何回か行ってるので、こういうのあると便利だよとか、このブランドのこれすごいいいよとかいろいろあるので、今日はそういうのを紹介していきたいと思います。じゃあまずはバッグから参りたいと思います。バッグがこちら、サンローランのバッグで、今これめっちゃ気に入ってるバッグで、パソコンが入るバッグの中で一番使い勝手がいいです。やっぱパソコン入れようと思うとサイズが大きくなっていくのがすごい嫌だなと思ってて、これはパソコンケースに入れて横幅だいたいジャストサイズぐらいです。街がこういう風にしっかりあるので、そこもちゃんとあって量はいっぱい入るのにサイズが大きくなりすぎないのがすごくいい。そしてこの肩のところが結構長めなの、こういう感じで。でこういう肩からかけられるバッグってここが短くて肩からかけちゃったらもうここのアクセスすごいしづらいみたいなバッグいっぱいあると思うんですけど、これはそんなことなくて、肩にかけててもこのいろんなものを出し入れしたりとかもしやすいし、あとなんか下ろしたり持ったりすること空港で結構多いと思うんですけど、それのストレスが本当にこのバッグは少ないです。空港に持っていくバッグはここの出入り口っていうんですか、この空いてるところが大きいものが好きで、なんか空港っていろいろなものを出し入れしたりするので、例えばセキュリティチェックでパソコン出します、入れます、ボーディングチケット、お土産、お水とか、そういうのをこれはすごい出し入れしやすくて本当に好きです。バッグ自体もそんなに重くないので軽さも結構気に入っています。もちろんデザインも色もすごい気に入っていて、この絶妙なブラウンとこのスエードの感じと、このなんて言ったらいいんだろうね、絶妙なの、とても可愛いんです。じゃあバッグの中身に移っていきたいと思うんですけど、まずはこちら、はい、パソコンでございます。この YouTube 見てくれてる方はもうおなじみかと思いますが、このパソコンケースずーっと使っててめちゃいい。もう長く使ってるのに全然よれてこないし汚れても来ないし、すごくおすすめです。ミニマルなパソコンケース探してるって人におすすめだし、他にもいっぱい色が確かあってカスタムもできるの。イニシャル入れたりとかできた気がすると思うんですけど、ギフトとかにもすごいいいなと思うんですけど、この外側が可愛いのはもちろんなんだけど、内側もベロアみたいな生地でできてるのもシックで可愛いし、パソコンにも優しいしいいなと思ってます。この中に入ってるのが、はい、Kindle。もう私の大好きな Kindle ちゃんと、あとは本当パソコン、こういうデジタル系をここに入れてるんですけど、パソコンこんな感じです。旅先でもめちゃくちゃ仕事するので、動画の編集とかメール返したりとか書き物したりとかこれでしております。次がこちら、はい、お財布です。これももうおなじみですね。ずっと長く使ってるボッテガの財布です。カードがここに3枚入って、もっと入れてるんだけど私はギュギュにして、ここコインが入るようにジップでお札とかコインとかをここに入れております。すごいちっちゃいのでバッグの中でかさばらなくていいなっていう、本当に、あとデザインが本当にミニマルで気に入っています。次がこちら、はい、パスポートです。これパスポートケースとしてこれ使ってるんですけど、招待状が入ってたもので、こっちにパスポート入れて、でこっちにプリントアウトしたチケットとか、あとはなんか荷物の半券とかボーディングパスとかもこの畳んで入れちゃうこととかあるんですけど、こういう感じで持ち歩いております。ブックカバーみたいなタイプを使ってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、あれだと機械に入れる時とかに外さなきゃいけなくて、つけたり外したりめんどくさいので、私はこういうポケットタイプのものがおすすめです。次がこちら、はい、これドリス・バンノッテンの香水についてきた巾着なんですけど、この中には快適グッズが入っていて、まずはこちら、はい、着圧ソックスでございます。年季が入ってるんであんまり近づかない方がいいかなと思うんですけどやっぱり履いてると全然違う。荷物増えるからいいかなって思って持ってってなかった時期とかもあったんですけど、履くと現地に着いた時の足の疲れが全く違うし、飛行機乗ってる時もちょっと辛くなってきたな足みたいなのがすごい減るのでおすすめです。長いフライトの時は日中履けるギュンギュンのやつよりも履いたまま寝ても大丈夫なちょっと緩めのやつがおすすめです。次がこちら、はい、
これね腹巻きなんだけど、めっちゃ薄いすっごいシンプルな腹巻きで、もうこれ大好き。冬私毎日ほぼこれをつけて過ごしてるんですけど、機内やっぱ寒いのであったかグッズあると本当助かるなっていうのが正直なところで、袖とかがついてる肌着みたいなやつとかだと脱ぎ着大変なので、こういうやつだと上からピッてかぶっちゃえば中に仕込めば大丈夫だし、すごくいいです。この腹巻きは本当に私の人生が良くなったって思えるアイテムの一つで Amazon で買ったんですけど、めっちゃおすすめです。次はこちら、はいサングラスです。でこのサングラスのブランド最近めっちゃ好きなブランドなんですけど、ケースもすごい良くて、ここにクリップがついてていろんなところに引っ掛けられるっていうのがすごい便利です。でしっかりちゃんとこうダメージがないような作りになってるのもいいし、あとここのデザインがすっごい可愛いんだよね。こういう感じでちょっと外反射しちゃうんでこういう方向なんですけど、めっちゃ可愛いの。このデザインもすごいし、他のデザインもすごい可愛くて、あと衝撃的にかけ心地がいいです。やっぱサングラスってかけ心地がいいものとそうじゃないものだと、かけ続けてた時にこの辺の疲れが全然違うから、このブランド本当におすすめです。次がこちら、はい、これVlog 用のカメラなんですけど、コスメのなんかキットのモコモコバッグみたいな、これめっちゃいいなと思って、ダメージないからすごい助かると思って最近ずっとこれに入れてるんですけど、アロマティカのポーチです。 Vlog のカメラはこちらソニーの、RX107 でございます。もう大好き。これ2台持ち今していて、普段の Vlog はいつもこれで撮っております。サイズがまず本当にちっちゃいのと、あと瞳フォーカスとか、あと色味とかマイクもすごいいいし、あと画面がこういう風にフリップしてくれるのもめっちゃいいし、もう話し出したらもうすごい時間かかっちゃいそうなぐらいこのカメラ、はい気に入っております。次がこちらです。カメラにちなんでゴリラポット。もうこれもね相棒ですよ。めちゃいい。これすごい助かってる。もうこういう風にいろいろ曲がるし、まっすぐにしてこう三脚代わりにもなるし、あとこうやってビデオを撮ってると手も疲れなくて手ぶれもしづらくて楽だし、もう本当に大好き。これめっちゃいい。続きましてがこちら、はいまたポーチなんですけど、大きいバッグの中身ってやっぱこうぐちゃぐちゃしてきて物がなくなりやすいので、私は全部ポーチに入れて仕切るようにしております。この中にはまずはティッシュあると違います。本当にいろんなところで助かるからおすすめです。で次がアイマスク。なんかに入ってたアイマスクをそのままずっと使ってるんですけど、アイマスクあると全然違うの。機内の快適さが。そんなに大げさにしなくてもいいじゃん、アイマスクとかいらなくないって思ってる人いると思うんですけど、私もそのうちの一人だったんですけど、全然違います。自分が寝たいタイミングと食事が出るタイミング、自分が寝たいタイミングと離陸着陸のタイミングが合わない時がいっぱいあって、やっぱ電気って皆様のスケジュール、飛行機のスケジュールでついたり消えたりするので、そういう時に寝たいとやっぱすごい明るくて難しい時があるんですけど、アイマスクがあると快適。本当に違います。次がこちらハードディスクでございます。すごいほこりついてるんだけど、このサムソンのハードディスクこんなにちっちゃいのめっちゃ良くないですか？この中に私は Vlog のデータとかいろんな写真のデータとかが入ってるので、パソコンで仕事するからその時にハードディスクを機内に持ち込むようにしています。スーツケースに入れるのが怖いっていうのもあるんですけど、このサイズだったらさ持ってっても全然ストレスなくてめっちゃいいんですよ。これあと2個ぐらい買い足そうかなと思ってます。次がヘッドホンです。これもおなじみですね。ピクセルバッツでございます。めちゃくちゃつけ心地が良くてすごい気に入っているイヤホンです。次がまたイヤホンで、これはプラグインするタイプのイヤホンなんですけど、動画編集してると Bluetooth だとちょっとだけ時差が出る時があるので、それで細かい音の編集とかするのが難しいので、動画の編集する時はいつも必ずこのタイプを使ってます。次がこちら、はい、これ私の大好きなエルナイルズっていうアクセサリーのブランドのアクセサリーケースなんですけど、この中にはパワーストーンが入っておりまして、友達からね旅のお守りにって言ってもらってからずっと飛行機乗る時はこれを持ってるんですよ。もう何年ぐらい前かな、すっごい昔にもらったんですけど、なんかこれ持ってないとちょっと
なんかそわそわするぐらい旅の相棒になってます。最後がこちらです。ペン。このペンめっちゃ書きやすくて、ずっとこのペンを最近使ってるんですけど、機内の荷物にペンは入ってると本当に助かります。入国の書類とか、デジタルになってきたところも増えてきたんですけど、未だに紙のところもまだいっぱいあるので、フライトアテンダントの方から紙をもらった時に、すいません、ペンお借りしてもいいですかみたいなやり取りがなくなるから、もう本当に便利です。ペンは絶対に持っておいておいた方がいいアイテムです。すごいカミカミになっちゃったけど、持ってっておいた方がいいアイテムです。最後がこちら、コスメ類でございます。ここに一番みんな個人差が出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、このすっごい人気の入ったフリーザーバッグでございます。旅慣れしてる人は知ってると思うんですけど、機内持ち込む液体類に関しては必ずこういうものに入れなきゃいけないので、これに入れております。で、この中に何が入ってるかと言いますと、まずはこちら、私大好きなドクターブロナーのハンドサニタイザーです。で、私はミントの香りが一番好きで、これめっちゃいい香りなのよね。これ大好き。別に手を消毒する必要がなくても使いたくなるぐらいいい香りです。スプレータイプだといろんなとこを消毒しやすくて楽かなと思います。で、シートタイプよりもそんなにかさばらないし、このミストタイプがとってもおすすめです。次がこちら。これもおなじみになってまいりましたリポ C のビタミン C のサプリです。で、これが C と D 両方入ってるやつなんですけど、やっぱ機内ってすごい体にダメージあると思うし、疲れると思うし、旅に行く前ってバタバタしてることもあると思うし、免疫が下がりがちなタイミングだと思うんですよ。あと人もたくさんいるしね、空港とか飛行機とかで、旅先で本当に風邪だけは絶対に引きたくないって思うので、こういうビタミン C のサプリは必ず持っていくようにしてます。このリポ C のビタミン C のいいところはやっぱリポソーム化されてるので、吸収率が断然こっちの方がいいので、どうせ飲むならリポソーム化されてるものっていうことでこれ持ってってます。次がこちら。これもサプリみたいな感じなんですけど、酵素で美人研究所っていうところが出してる酵素でめっちゃいいです。変なもの入ってないし、無農薬のものを使っているので安心できるし、あと味もすごい飲みやすい味です。甘酸っぱい、酸っぱ甘いだな、どっちかっていうと感じで、デザートみたいな感じで飲めます。なので私はこのままピッていっちゃってるんですけど、ヨーグルトに入れたりとかスムージーに入れたりする人もいると思うんだけど、風邪ひきそうな時とかちょっと疲れてるなっていう時とかにすっごいおすすめのもので、ご飯食べる前に飲むのがおすすめなんですけど、空港でご飯食べる前とか飛行機の中でご飯食べる前とかにピッといっております。次がこちら。なんぞやって感じなんですけど、これナリンののど飴です。私喉がちょっと弱いタイプなんですけど、機内乾燥して喉がイガイガしてきて咳が出ちゃったりとかするので、のど飴必ず持っていくようにしてます。いろいろのど飴試したんですけど、このナリンののど飴が本当にいい、効く、おすすめです。次がこちら。目薬です。これも機内乾燥して目がパチパチはみんなするよね。ゴロゴロしてきたりとかする時にもすごいいいし、リフレッシュにもすごいいいし、パソコン作業が私は機内でよくやるので、目が疲れてきた時にもいいし、あと飛行機降りる前にこのキーンってする目薬するとすごい気持ちがリフレッシュしていいので、必ず機内に持って行っております。続きましてがこちら。これめっちゃ可愛くない？これデンタルフロスなんですけど、ブリーのデンタルフロスでめっちゃ可愛くて上がるっていうのと、私食事する機会がある時は必ずフロスを持っていくので、機内の食事とか空港の食事の後にフロス、するように持っていっております。これ本当にね、可愛くて見るたび上がるし、結構しっかりしたミントの味がするので、これリフレッシュにもすごいおすすめです。続きましてがこちら。喉スプレー。これすっごいいい。めちゃくちゃおすすめです。機内の持ち込みにもすっごいいいけど、喉が痛くなりやすい人、本当にゲームチェンジャーなので、ぜひ試してみてもらいたいんですけど、これエキナセアとかプロポリスが入っていて、味はなかなかなお味です。君健康な味がするね。美味しくないけどでもめっちゃ効くねっていう感じの味で、私喉が痛くなってきた時、イガイガしてきたりとかすると、これをフィッってやると、もう次の日には全然大丈夫っていうぐらいめちゃくちゃ私には
効いた喉スプレーです。でこれホールフーズで買ったんだけど iHerb とかでも買えるので、喉の痛みが気になっている方、喉が弱い方、これからね、乾燥の季節だし風邪が流行る季節でもあると思うので、めちゃくちゃおすすめです。ぜひ。次がこちら。はい。もうおなじみですね。私のチャンネルレスキューレメディでございます。ちょっとこう不安がある時とか、痛みがある時とか、ストレスがある時とかに取り入れるととてもいいと言われているフラワーエッセンスで、これすごい甘めの作りになってるので、他のフラワーエッセンスに比べてとっても飲みやすいと思います。飛行機乗る時バタバタしたりとか、なんか考え事が始まっちゃって不安になっちゃったりとかすることあるので、私はこれも機内に持ち込むようにしております。次がこちら。はい。アロマですね。これロールオンなんですけど、ニールズヤードのウォメンズバランスっていうもので、女性に嬉しいアロマがいっぱい入ってるミックスでございます。でこれロールオンタイプなのですごい使いやすいんですけど、めっちゃいい香りがする。私はこれ本当に癒し、落ち着きの香りだなって思ってて、飛行機とか空港とかってやっぱ普段の慣れない感じの場所じゃないですか。でそれでこうちょっと落ち着きがなくなったりとか、なんか不安になったりすることあると思うんですけど、そういう時とかにこうピッピッってやってみたいな感じするともうすっごい落ち着くし、あとはこう機内で寝たい時とかリラックスしたい時とかにもすごくおすすめの香りでございます。次がこちら。はい、もう大好きバイオダンスのシートマスクです。でこれプルプルのマスクで貼ってしばらく置くと透明になっていくってやつなんですけど、機内やっぱりすごい乾燥するのでシートマスクを私はすることが多いんですけど、これも本当にスルピカになります。機内だけじゃなくても大事な予定がある時、例えばこれから年末いろいろあると思うんですけど、そういう日の前の晩貼って寝てください。もうツヤ感爆上がりです。透明感爆上がり、めっちゃおすすめです。シートマスクする前に一回私顔洗うので、こちらオバジの酵素パウダーの洗顔です。これ一回使い切りタイプなので機内に持っていくのめちゃくちゃ楽です。水と混ぜるとすごく泡立ってくれて、これで洗ってからこのシートマスクしてます。で次がこれドクターエレファントのクリームなんですけど、シートマスク外した後にこれを塗ってます。すっごい保湿力のあるクリームなので、これから乾燥の季節にもめちゃくちゃおすすめのクリームです。次がこちら。はい。アムリターラのオールライトサンスクリーン。これ私大好きな日焼け止めなんですけど、トラベルサイズがあって、私これを日焼け止め持ってくようにしてます。機内出た後昼間のフライトとかあるので、そういう時用に日焼け止めを塗っていて、やっぱすごい肌にダメージがあるし乾燥する機内なので、日焼け止めをつけたまま乗りたくないんですよ。だから洗顔もするし、シートマスクとかクリームとかもするんですけど、その後に昼間外に出る時に日焼け止め塗れるように機内に持ってってます。でこの日焼け止めもめちゃくちゃいいの、もう何回も紹介してるんですけど、本当に美容クリームみたいな感じのテクスチャーで伸びもいいし、つけ心地も軽いし、変なもの入ってないし、白くなりづらいし、めちゃいいです。次がこちら。はい、色付きのリップです。でこれがディオールのアディクトグローのポピーコーラルっていう色なんですけど、すっごい好きで、この色が見てもこんだけしか全部出してるけどこんだけしかないぐらい気に入ってるんですけど、リップのテクスチャーもすごいスルスルしてて好きだし、保湿もしっかりしてくれるところも好きだし、だけどこの色が本当に可愛くて、透明感があるんだけど顔をパッと華やかにしてくれるような色で気に入っております。こういう色付きのリップ、飛行機に乗る時に1本持っとくとすごい便利で、やっぱすっぴんで飛行機乗られる方多いと思うんですけど、すっぴんなのとあと長い飛行機でちょっと疲れちゃう顔が、そういう時にこう色があるものパッて口元明るくなるだけで印象全然変わるので、こういうの1本持っとくとすごいいいと思います。はい、こちらで機内持ち込みのバッグの中身以上となります。アイテム数がすごい多かったのでババッと紹介したんですけど、今日は機内持ち込みのバッグの中身っていうことだったんだけど、機内に持ち込むぐらい信頼してるっていうことでもあるので、日常使いにもとってもおすすめなアイテムもたくさんあったので、気になるものがあった方はいつも通り概要欄のところにリンク貼ってあるのでチェックしてみてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録もお願いします。それでは次のビデオまで。またね。